everyone, this is Aya from Japan India family. I actually came back to Japan last 1 month and about to go back to Australia. And this time, only I and my son came to Japan. My husband is still in Australia. We did so much stuff in Japan, which I cannot do in Australia. I found a few things about Japan, so I like to share with you. Since I've been in Japan for 1 month, actually Japanese is way more comfortable for me. So this time I like to speak in Japanese, but I put English subtitles, so please turn on the subtitle. By the way, this is my family member, Apricot and Cherry Blossom. This is one of the things I really excited about to go back to Japan to see them.今回の滞在で気づいたことが特に4つあって、それをすごく皆さんとシェアしたいなと思いました。1つ目は、日本製のものが本当に素晴らしいっていうことですね。前は日本製のものの良さっていうのがそんなにわからなかったんですけれども、特に子供が生まれたり、オーストラリアに長く住んでいると、その現地のものっていうのをすごく意識するようになって、オーストラリアでもオーストラリア産のものを積極的に取り入れるようにしてますし、インドに帰った時もインド製のものをできるだけ買って試すようにはしてるんですけれども、今回日本で買ったものっていうのが、いくつかあって、その中でも一つ私が今回本当にずっと買いたいなって思ったものがこれです。何かわかりますか？弁当ボックス。これは2段弁当になっていて、杉でできてるんですけど、福岡県の糸島市っていう私の地元、地元っていうか私の出身地で作られている、手作りされているものです。お弁当って、日本のものでもありますし、海外でも弁当ボックスとかって言って、今、人気になってきてるんですけど、今回これをね、絶対買いたいなと思って、すごく軽いんですね。これは2段弁当で夫用なんですけど、これが、子供弁当って言って、子供用、ちっちゃめにできてます。女性だったら、このぐらいのサイズでもいいかなと思います。あともう一つ、ここにはないんですけど、自分用にも今回、買いました。で、一つ一つそんなに安いものじゃないんですけども、ずっと手入れをすると長く使えますし、何か痛みが出てきた時はその買ったところで修理をしてくださるっていうことで、すごく長く使えるっていうことで今回これを買いました。これを買うとお米がですね、時間が経ってもすごく美味しいままっていうのですごく言われていて、匂いもねすごくいいんです。こういったものを買うことで自分の子供に日本の文化をできるだけ教えていきたいなっていうふうに思って今回これを買いました。あといくつか買ったものはあるんですけど、主にキッチン用品を買いました。で、2つ目は子供用品がとても充実しているっていうことです。オーストラリアで子供の用品を買う時っていうのは基本ネットが多いんですけども、そのネットでもやっぱりほとんど見つからないこともあります。特にうちの息子の場合だと一般的なオーストラリア人の子供のサイズに合わないことも多いので、日本の企業であるユニクロのものを買ったりすることが多いんですけれども、日本にいると本当にバラエティ豊かでいろんな選択肢があって、男の子が好きなものとか女の子が好むものとか、そうじゃなくてもいろんなもの、日本製のものだったり安いものだったり、いろんなものをトライできるなっていうのがすごくいいなと思いました。買ったものは靴ですね。靴と、洋服も買いましたし、あとこういったパンツ、トレーニングパンツっていうのもオーストラリアで探してる時はそんなに種類はなかったけれども、いろんなキャラクターのものだったりとか選べるようになって、これはトイレトレーニングをするのにすごくいいなと思いました。あとこういったおもちゃも、これは九州新幹線のツバメの新幹線プラレールなんですけど、こういったものもすごく日本らしいもので、オーストラリアで探すと結構アメリカのものなのかなっていうものが多くって、例えばパトカー一つにしてもオーストラリアの仕様になってないものが売られていることが多いので、日本のパトカーだったり救急車だったりゴミ収集車だったり、そういったものが選べるっていうのがすごく多いなと思いました。あともう一つはお菓子ですね。お菓子もなんかこういうちっちゃな袋、これアンパンマンなんですけど、こういうものがたくさんの種類が本当に売られていて、スーパーに行くと欲しいって言われちゃうので、
別になくてはいいなと思ったんですけど、本当にスーパーの中にいろんな種類のお菓子があって、それを選ぶのが子供たちは楽しいんだろうなっていうのはすっごく思って、オーストラリアでは本当に子供用のお菓子のコーナーっていうのは私が知る限りないですね。乳幼児用のはあるんだけれどもないし、インドに行った時も、スーパーっていうものにあんまりそもそも行かなかったっていうのもあるんだけれども、そういったものはないので、すごくこれは日本らしいなと思いました。で、3つ目は病院ですね。病院が、これはよく言われてるんですけど、オーストラリアの場合はですね、GP っていうところにまずかかって、その GP、ごめんなさい、この先病院の話が取れていなかったんですけれども、日本で息子が病院に何日かかかったので、今度詳しく話します。ちょっとね、話の途中なんですけれども、このザルっていうのもオーストラリアじゃなかなかこの細かい目のザルっていうのが見つからないので、こういったのもやっぱり日本で買って帰る。キッチン用品は本当に充実してるなって思いました、今回。さくらでーす。さくらです。で、最後なんですけれども、今回人の優しさっていうのをすごく感じた滞在でした。私はですね、福岡県の田舎というか、都会ではないところに住んでいて、息子とずっとバスで移動していて、結構いろんな方に声をかけていただいたり、手伝いましょうかって言っていただいたり、道を譲ってくださったり、運転手さんがわざわざ出てきて手伝ってくださりって言ったことがありました。日本ってそういうのがなかなかないっていう風に聞いていて、オーストラリアでは普通にね、いろんな方が手伝ってくださるのって嬉しいなって思ってたんですけれども、息子と2人でいろんなところに出かけてみて、人がすごく優しくてありがたいなって思ったし、その中で人とね、会話をするっていう機会が多かったです。昔住んでいた時は、福岡市っていう少し大きなところに住んでいたっていうのもあるんですけど、人とね、会話をしようって思ったことは全然なくって、これはオーストラリアに行っていろんな人と会話をする機会ができて、話すのも楽しいなって思ったし、住んでいないのでね、こういろんな人の話を聞きたいなっていうのもあったんですけれども、それはすごく優しくてありがたいなって思った機会でした。近所の方もいろいろ気にかけてくれて、ほとんど会ったことのない息子に何か差し入れをしてくださったりとか、なんか食べ物を届けてくださったりっていうのが、都会とかマンション暮らしだとなかなかそういう近所付き合いっていうのは最近どの国でも日本だけではなくてなくなってきていると思うので、昔からの馴染みのある方との付き合いがあるような地域いいなっていう風に思いました。あと、毎回思うんですけれども、横断歩道で車が止まってくれないっていうのも今回すごく思いました。信号がない横断歩道では車は基本的には止まってくれません。もし海外から日本に来るっていう方は、横断歩道はなかなか止まらないかもしれないっていうことを覚えておいた方がいいかもしれないです。運転免許を取るときには必ず横断歩道を止まりましょうって習うんですけれども、なかなかね、止まらないっていうのが習慣化されている。特に田舎の方ではそうかもしれないんですけど、気をつけた方がいいかなっていうふうに思いました。簡単ではあるんですけれども、今回気づいたことをシェアします。また買ったものに関してはね、オーストラリアに帰ってから皆さんとシェアしたりしたいなって思います。今回、夫は一緒には来れなかったんだけれども、夫が一緒に来ると、私では気づかない日本とかっていうのも気づくこともあるだろうし、家族一緒に来ることでできることっていうのもあると思うので、夫も今度一緒に来れるといいなっていう風に思ってます。今後日本に来る予定だったりとか、もうすでに来たよとか、いつか行きたいなって思ってる方もいるかもしれないです。私が滞在中にやったこととかを動画で少し撮ってる部分もあるので、リアルな日本人の日本での生活シェアしたりとかもしていきたいと思っています。特に私の視聴者さんはインドの方がすごく多いので、特に食べ物に関してはなかなか一緒のようなものを食べるっていうことは難しいかもしれないんですけれども、何かね、日本を少しでも知るようなきっかけになるといいかなと思います。特に私自身東京とか大阪とか京都とか大きな都市じゃないところの出身なので、また他のチャンネルとかとは違った内容が見れるかもしれないので、ぜひ楽しみにして待っていてください。Thank you so much for watching and thank you so much for your support. I haven't been uploading video consistently, but I'm always thinking what kind of content you guys can enjoy. I don't know, my daily lifestyle will be enjoyable for you and what we did in Japan. Hopefully you guys can enjoy. I start to put the video. So see you guys in next video. Bye. Bye.